優れもん自動車用品のクセです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、コムテックドライブレコーダー取り付け。今回は評判の良い全母2カメラタイプドライブレコーダーです。ドラレコつけるの？そうね、コムテック ZDR065 のフロントカメラをつけてからリアカメラを取り付けます。配線は？全母カメラをつなぐケーブルの引き回し。ケーブルの引き回し？電源線は？ドラレコの電源はシガープラグに差し込むだけよ。差し込むだけ？僕にもできるのだ。でも今回はシガープラグコードは使いません。どういうこと？オプションの駐車監視直接配線コードを使うの。そうなの？駐車中の見張りなの？その通り、常時録画と衝撃があった時だけ録画の設定ができるの。すごいのだ。駐車中の当て逃げやいたずら、泥棒なんかの衝撃で反応するの？そうね、車を揺すったり窓ガラスを叩いたりして衝撃感度のテストをしてみたわ。そうなの？僕興味津々なのだ。あとリアガラスのスモークフィルムあるなし比較、夜間走行でカメラの映り具合の検証もあるわよ。わかったのだ。僕早く動画を見たいのだ。価格 .com ドライブレコーダー人気売れ筋ランキング1位。フロントカメラの横幅約93ミリ、高さ約51ミリ、厚さ約26ミリ、リアカメラ横幅約39ミリ、高さ約29ミリ、厚さ約25ミリ。付属品です。カメラケーブル約9メートル、シガープラグコード約4メートル、フロントカメラとリアカメラの両面テープ、ダッシュクリーナー、取扱説明書、SD カードはフロントカメラにセットされています。事故発生時はキースイッチをオフにしてからSD カードを取り外します。ゴムカバーを引き出し横に倒します。SD カードを押します。SD カードが少し飛び出すので引き抜きます。シガープラグコードの電源コネクター。コネクターのロック部分、レンズ側を向くように接続。フロントカメラ取り付け箇所の確認です。ワイパーの可動範囲内、フロントガラス上部から 20% 以内に取り付けます。ガラスクリーナーでフロントガラスの掃除、精製水で拭き残しをきっちり拭き取ります。保護フィルム剥がします。アクセサリーソケット、キースイッチが ACC またはオンの時に電気が流れます。シガープラグコードを差し込みます。キースイッチを ACC にします。日時を設定します。キースイッチオフ。フロントカメラは前後の角度調整と左右の角度調整ができます。ルームミラーと接触しない箇所、中央寄りに取り付けます。養生テープで仮付けしました。フロントガラスの表側、位置決め用のテープを貼りました。貼り付け部分をダッシュクリーナーで拭き取り乾かします。ドライブレコーダーの貼り付け部分もダッシュクリーナーで拭き取り乾かします。寒い時期はヒーターなどで両面テープを温めます。剥離紙を剥がし、ステーに両面テープを貼ります。片側からゆっくり貼っていくことできれいにしっかり貼り付けできます。剥離紙を剥がします。片側からゆっくり貼り付けます。しっかり押さえます。電源コードをルーフトリムやルーフモールの隙間に隠しますが、
今回はオプションの電源コードに変えます。シガープラグコードを外します。別売りオプションの駐車監視直接配線コード。フロントカメラに接続するコネクター。ヒューズホルダーヒューズは2つとも1アンペア。赤色は ACC 電源。黄色は常時電源。黒色はアース線。ACC 電源と常時電源の配線を接続するエレクトロタップ。今回は使用しません。取扱説明書。駐車監視直接配線コードのコネクターをフロントカメラに接続。ルーフトリムまたはルーフモールとフロントガラスの隙間に配線コードを押し込みます。この車は旧車みたいなビニール製の天井内張り。フロントとリアゴムモールがついています。ゴムモールとガラスの間に配線を隠します。フロントピラーのトリムを外します。内張り剥がしでトリムのはめ込みを外します。この車はカーテンシールドエアバッグついていません。電源コードは後でカメラケーブルと一緒にフロントピラーに固定します。グローブボックス外します。各取り付けネジなど外します。グローブボックス外れました。フロントドアスカッフプレート外します。カウルサイドトリム外します。グローブボックス下のカバーも外します。次はセンターパネル外します。内張り小次郎ではめ込みを外します。傷防止のためクロスを挟みます。この車はセンターパネルにホーンスイッチがついています。センターパネル外れました。アクセサリーソケット車両側のコネクター。センターパネルの裏側アクセサリーソケットのコネクター。エレクトロタップがついていました。コネクター外します。車両側コネクターに接続しました。 ACC 電源に使用できるのか確認します。テスターで電圧を測ります。0ボルト、電気は流れていません。キースイッチをオフから ACC にします。12ボルトの電気が流れています。ACC 電源に使用できます。エレクトロタップ外します。プラス側赤色線の被覆を剥きました。配線を追加します。プラスの赤色線と追加する配線をハンダ付け。結束テープで絶縁処理。コルゲートチューブをかぶせて結束テープを巻きつけました。ギボシ端子をつけました。ドライブレコーダーと ETC の ACC 電源2本です。シガープラグコードのソケットを見えないところへ隠す後付け電源ソケット。後付け電源ソケットのプラスとマイナス線。電源ソケットを使う場合はプラス線を ACC とつなぎます。キースイッチオフの状態です。センターパネルのホーンスイッチコネクター。キースイッチオフで電圧を測ります。12.58V の電圧がかかっています。バッテリー電圧も 12.58V でした。常時電源に使用できます。バッテリーのマイナス端子を外します。過去動画で配線の加工をしてホーンリレーに接続しています。黄色線を緑色のプラス線に接続。黄色線にギボシ端子をつけました。次は駐車監視直接配線コードの引き回し。配線を通しやすくするためヒューズホルダーを分解します。常時電源黄色線と ACC 赤色線、アースの黒色線、3本の配線をテープでまとめます。
フロントピラーとダッシュボードの隙間に配線を通します。配線が通りました。フューズホルダーを組み付けました。アースのクワガタ端子、この部分にアースを接続することにしました。ネジを取り付け、アース端子をしっかり固定しました。直接配線コードにギボシ端子をつけました。フューズホルダーを結束バンドで固定しました。走行中のお隣防止、スポンジテープを貼りました。本スイッチのプラス側に追加した黄色線、常時電源接続しました。アクセサリーソケットのプラス線に追加した赤色線、ACC 電源を接続しました。各配線、コルゲートチューブをかぶせて固定しました。余っているコードをまとめて結束バンドで固定しています。電源関係の配線作業終わりました。バッテリーのマイナス端子を接続。キースイッチを ACC にします。ドライブレコーダーフロントカメラ作動しています。次はリアカメラを取り付けます。リアカメラは前後の角度調整のみ、左右の角度調整はありません。この車にはリアガラスのワイパーついていません。リアガラスの上側、中央付近に取り付けます。電熱線の上に両面テープを貼らないように注意。剥がしやすい両面テープで仮付けします。仮付けしました。カメラケーブルを接続して映り具合を確認。問題ありません。リアガラスの外側から位置決めテープを貼ります。仮付けしたリアカメラ外します。カメラケーブルの接続外します。一般的にはリアガラスの上部から天井の内張り内、カメラケーブルを通します。この車は一体成形の内張りではなく、骨組みにビニールを固定しています。配線コードの厚みでビニールが浮き上がる可能性があります。リアシート背もたれの奥側にコードを通します。リアシートの座面外します。リアシートの背もたれ外します。タイヤハウス部分にカメラケーブルを固定します。リアガラスにフィルムが貼ってある場合は、トレイ部分にリアカメラを貼り付けます。リアガラスの内側、ガラスクリーナーと精製水で掃除します。貼り付け部分をダッシュクリーナーで拭き取り乾かします。リアカメラ貼り付け、カメラケーブルを接続。ルーフトリムまたはルーフモールとガラスの隙間にカメラケーブルを押し込みます。ルーフモールからリアトレーまでカメラケーブルを隠します。リアピラーとリアトレーの隙間にケーブルを通します。リアガラス周りのケーブル引き回しできました。ガムテープでケーブルを固定します。リアドアスカッフプレート外します。車両ハーネスに沿ってケーブルを通します。ケーブルを結束バンドで車両ハーネスに固定しました。センターピラーのトリム外します。後ろから前側にケーブルを通します。カメラケーブルをフロントカメラまで通します。フロントピラーとダッシュボードの隙間にケーブルを通します。エーモンの配線ガイド使います。配線ガイドを隙間に通します。カメラケーブルと配線ガイドをテープで固定します。配線ガイドを少しずつ引っ張ります。カメラケーブルが出てきました。カメラケーブルの端子をフロントカメラに止まるまで
まっすぐ差し込みます。カメラケーブルをルーフモールに隠します。カメラケーブルと電源コードを一緒に車両ハーネスに固定します。カーテンシールドエアバッグがついている場合は、エアバッグの展開を妨げない箇所に固定します。助手席側サンバイザーとドライブレコーダーが接触します。余っているカメラケーブルを結束バンドでまとめました。ケーブルをフロントピラーの奥側に押し込みました。キースイッチを ACC にします。ドライブレコーダー作動と取り付け角度の確認、問題ありません。リア側外したパーツを元に戻します。フロント周り外したパーツを元に戻します。完成しました。 ZDR065 の映像をご覧ください。フロントカメラは WQHD370 万画素。フロントカメラ夜間の映像です。くっきり綺麗に映っているのだ。フロントカメラナンバープレートすべての文字と数字を読み取ることができます。リアカメラもナンバープレートすべての文字と数字を読み取ることができます。雨降りの夜間でも綺麗に映っているのだ。リアガラスはワイパーがないので視界が悪いのだ。次はリアガラスのフィルムあるなし比較です。透明度 5% の濃いフィルムなのだ。リアカメラフル HD200 万画素スモークフィルムなし昼間の映像です。リアカメラスモークフィルムなし夜間の映像です。リアカメラスモークフィルムあり夜間の映像です。リアカメラスモークフィルムあり昼間なのだ。綺麗に映っていてよく見えるのだ。リアカメラスモークフィルムあり夜間なのだ。街灯がないので暗いのだ。次はオプションの駐車監視モードです。駐車中の見張りなのだ。常時衝撃録画に設定しています。衝撃の検出感度は 0.08G に設定しています。キースイッチオフ。車から降りてロックをかけます。キースイッチをオフにしてからしばらくは衝撃があっても衝撃録画しないのだ。車をゆすります。衝撃を検知しました。フロントガラスを軽く2回叩きます。衝撃を検知しました。ドアミラーを畳みます。衝撃を検知しました。ロックがかかっている状態でアウターハンドルを動かします。衝撃を検知しました。左フロントタイヤを1回叩きます。衝撃を検知しました。常時衝撃録画から衝撃クイック録画に設定を変更しました。衝撃を検出時に起動して映像を記録します。通常は停止しているのでバッテリーの消費電力を抑えることができます。フロントガラスを軽く2回叩きます。衝撃を検知しましたが、叩いた瞬間は映っていませんでした。衝撃を検出してから録画を開始するので、叩いた瞬間は映らなかったと思うのだ。駐車監視中に衝撃録画をした場合のみアナウンスで教えてくれる設定もできます。駐車中に衝撃を検出しました。録画データをご確認ください。コムテックの ZDR065 夜間の映りがとても綺麗なのだ。そうね、低ノイズ、高鮮明な映像を撮影できると書いてあったわね。僕、駐車監視も気に入ったのだ。オプションの直接配線コードを引き回す手間はかかるけど、とても良い機能だと思うわ。駐車監視中にバッテリーは上がらないの？車にあまり乗らない場合は、駐車監視の動作時間を常時オンに設定すると、バッテリーが上がるかもしれないわ。そうなの？動作時間を30分から24時間までの範囲で設定できるのよ。衝撃クイック録画に設定すると消費電力を抑えることができるわ。設定は分かったのだ。
バッテリーには気をつけるのだ。あと標準装備で8つの運転支援機能もついているの。そうなの？割り込みお知らせ機能や後続車接近お知らせ機能など便利な機能が8つもあるわ。僕、試してみるのだ。最後に重要事項、事故に遭ってしまった時記録データを守る方法です。どういうこと？キースイッチをオフにしてから SD カードを取り出して保管してください。記録されたデータが上書きされないようにってこと？その通り。わかったのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。僕からもお願いしますなのだ。ご視聴ありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。